ちは、かえです。今日は日清食品から発売された新しいパスタを食べてみたいと思います。こちらね、名前がオールインパスタっていうんですけども、一番の特徴はこの1食分の麺の中に人間が必要としている栄養素が全て詰まっているんですね。もうちょっと詳しく言うと、厚生労働省が人間は1日にこれだけ必要ですよと定めているビタミンやミネラルの量があるんですけど、この1食だけで1日分の3分の1が補えるというものなんです。その他にもね、食物繊維やタンパク質なんかが豊富に含まれているということです。私なんかはこの通り栄養むしろ取りすぎているぐらいなんですけど、好きなものばかり食べてるとね、どうしても糖質の多いものとか炭水化物なんかに偏りがちだったりしますよね。なので現代人の健康の需要に応えるために、こういった完全栄養食といわれるジャンルの食品がどんどん増えてきています。これから紹介するパスタの他にも、パンやスープなんかがいろんなメーカーから発売されて、市場がどんどん拡大していってるみたいです。とはいえ、健康にいいとは言っても、食事としてね、楽しむんだったらやっぱりある程度美味しく食べられないとあんまり意味がないんじゃないかなと思ってたりするんですよね。果たしてそのあたりはどうなんでしょうか。では、オールインパスタ、ソース付きのタイプ3種類、これから全部試食していきます。それじゃあ1品目を食べていこうと思います。国産バジルを贅沢に使った香りとコクのジェノベーゼということですね。これ作り方はね、焼きそばみたいな感じですね。こういう爪付きのカップに入ってます。ジェノベーゼソースとバジルパセリ、それに麺が袋ごと入ってます。麺の袋の中にほぐしオイルが入ってます。これ後で使います。これが麺です。カップに入れて、熱湯をこの線のところまで注いでいきます。蓋をして6分後に湯切りです。アレクサ、タイマー6分。6分のタイマーを開始します。お湯入れて6分待って、今ちょうど湯切りが終わったところです。これ柔らかい麺になってますね。ここにまずほぐしオイルを入れていきます。そしたら今度ジェノベーゼソースですね。オイルとバジル、ジェノベーゼソースを混ぜます。なんかバジルスパゲッティっぽい香りが全部してきました。で、最後にバジルパセリの粉、結構量がある。それでは早速いただきたいと思います。なんかちょっとぬるくなってしまってオイルのベタつきが気になるところですけど、それっぽい香りはしっかりしますね。バジル結構塩気がしっかりしてますね。いわゆるイメージするパスタとはやっぱり全然別物かな。少し表面がザラザラとして仕上がってるんで、ソースはオイルはすごくよく絡む麺です。パスタ食べた時の小麦の旨味みたいなのが全くなくて、そこにこう栄養素の成分か分かんないですけど、ちょっと謎の苦味みたいのが入ってきているので、このジェノベーゼのオイルと合わさるとやっぱりそこが強調されて、清涼感というよりはなんかこう苦味の前面に出たみたいなパスタになってきてる気がします。はい、続いて2つ目のパスタですね。オールインパスタ。粗挽き牛肉のコクとうまみの濃厚ボロネーゼということで、肉々しいのかな、期待しちゃいますね。ボロネーゼのねソースは、レトルトのパウチになってました。これだと温めなきゃ美味しくないよねということで、今湯煎の準備をしています。それでは、ソースを湯煎しましたので、これをかけていきたいと思います。手軽に食べれると言いながら意外と手間がかかる。これね、ちょっとめんどくさいですよね。いただきます。いわゆるなんだろうね、
レトルトのミートソースの味、肉感ないみたいな。今のねレトルトソース結構優秀じゃないですか。もう昔のいわゆるミートソースみたいな感じの味です。なんか薄いんだよね。麺も小麦の味がしなくて、肉の味もしなくて、なんか何食べてるのかちょっとよくわかんないみたいな気分になってきます。麺は完全栄養食だから仕方ないとしても諦める部分はあるにしても、ソースがちょっとこれはがっかりソース。3つ目は完熟トマトに唐辛子を効かせたスパイシーアラビアータです。結構ソースがシャバいんで飛ぶの気をつけた方がいいですね。辛みはまあまああるんですけど、トマトなのかなこの味みたいな、なんかパスタのソースじゃないよねっていう感じの味にはなってます。なんかどんどんテンション下がってどうしようはい、というわけで、オールインパスタ3種類食べてきたんですけれども、結構どれもパスタとしては、はっきり言って美味しくない。小麦の味がまずしないのが何より、それでいろいろ多分栄養素を入れてるせいか変な味がこうさらに乗ってくる。あとソースが本当にね残念でしたね。多分リピートはないだろうなっていうお味でした。コストパフォーマンス的な面で言うとね、あれ一つソース付きのオールインパスタが税抜きで600円するんですね。600円出したら、もう200円くらい出したらお店でもまあまあパスタランチだったら食べれたりとかするところもあったりするので、コンセプトがそもそもパスタの美味しさを追求するものじゃないから違うんだとは思うんですけど、それにしてもこれは選ばないかなとは思いました。今回いただいたオールインパスタは、コンセプトとしてはね完全栄養食ということで面白いかなとは思いますので、麺のね味だったりとかソースの味だったりとかまだまだ改良の余地がとてもあるところですので、なんかもっといろいろ研究していろんなものが食べれるようになったらいいかなとは思います。でまたこのなんかシリーズの第2弾として中華麺タイプのものも最近発売になったみたいですね。そっちの方は担々麺とか油そばとかそういう混ぜそばみたいなのとか楽しめるみたいなんで、機会があればそっちの方も試してみたいかなとは思ってます。今回取り上げた商品の詳細は、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味があったらぜひチェックしてみてください。この動画が役に立ったなと思ったらチャンネル登録、いいねもぜひお願いいたします。それではまた、ありがとうございます。